はい。フックについてちょっとお話ししたいと思います。フックは皆さんもようバスの時代やらいろんなとこから使ってようそんなこと分かっとわえと思いはるやろうけど、もう一度再確認の意味で説明していきます。まずとにかく今僕らが青門を釣る時に使う針が、このトリプルフック、それと、ダイビングペンシルなんかにつけるプラグ用のシングルフック、それと、ジグ用のアシストフック、だいたいこの3パターンのフックを使うことになります。案外フックというところを軽視したような人もいてはるんやけども、フックは唯一魚との接点です。そやからね、一生懸命釣りをするならするに従うて大事に考えんとあかんところがフックです。まず最初に針先やね。この針先も場合によったらこのプラグで擦れてしまいます。動くたびにこう擦れてこういうとこが甘くなってしまったりしますんで、こんなダイヤモンドのこういうヤスリやね、それでわずかにこういうふうにわずかに立てる。これが今新品でも初めの時よりも完全にこれでこんなことで鋭くなっていく。それからとにかく針先は大事です。で2つ目が形です。ここにあるようにこのオーナーの針は ST66、 これがね同じように見えるけどね STX の68、両方ともこれが30です。これ両方とも30なんやけど、これパッと見こう見たら分かりにくいと思うんやけども、針先が STX68 の方がこの I の方向へ向いている針ということですわ。で引っ張る力のここに針先が向いてる方がそのまま力がフッキングの力がかかった時により中に入るということです。たったこんな似たような2つのこんな針やってもこの形がわずかに違うだけでフッキングまで至るかどうか、フッキングした後その魚が無事キープしてちゃんと上げれるかどうかというところがこの形で大きく違ってくるということを大事に考えておいてください。はい、続いて線形、針の太さです。これは両方ともここに2つあるのは STX のこれ6830、これが STX58 の30です。これ太さの違いがねこれね分かってもらえるかなというとこですけども、これが68太い方、これが、58の細い方です。このオーナーの針はこの68とかそういう頭につく数字、それが全部線形を表してます。これだけ覚えておいてください。68とかこの頭にくる数字が線形、要は軸の太さを表してます。これ太さ、線形を表すと言いましたけども、これが全部5が全部どのサイズも同じ太さという意味じゃないです。この68のシリーズに比べては細いということだけで、これが全部58で並べてますけども、これが30、これが10、これが2です。やっぱり小さくなったら小さくなるに応じてこの線形も細くなります。細い方がより早く中に入ったりして有利なのは有利なんです。有利なんやけども、今度魚の引きが強い場合にひょっとしたら開いてしまうかもしれへんということ。この太さはかなり魚がかかった後はかなり大きな魚が来ても安心ということ、その違いがあるということですね。それから、いろいろな場面で今どこでどうという説明書ったら長いんで説明しませんけど、僕なんかはこの5868の線形、これをいろんな場面でも場合によったら使い分けてます。その自分の持ってはるルアーの動きを最大限に発揮しようと思うなら基本はです、その指定されたフックサイズ、フック線形、それを守ってください。今話したこの針先の鋭さ、
そして針の形、そしてこの太さというかこの線形ですね。この考え方を今ちょっと大まかに説明したんですけど、これは、このプラグ用のシングルでもトリプルフックでもジギング用のアシストフックでも全てのフックに、通用することなんで、この3つはしっかり頭に入れながら使いこなしていただきたいと思います。続いて、このプラグ用のシングルフックとトリプルフックの考え方、これについてちょっと一応説明しておきたいと思います。とにかくね、これは賛否両論あるし、いろんな人らがいろんなことの中で今両方いろいろ使い分けてはるけども、僕がずっと使い分けた中で僕の結論としてでは、チェイスがあった時にフッキングまで至りやすいのはやっぱりトリプルで、保持力というか一度フッキングしたらフックオフがやっぱり少ないのがシングルフックというところやね。でただシングルフックの難点、シングルフックはどうしてもね死角が多い。ある程度横から加えに来たような場合なんかにはね、これが死角になってしまうこともありやすいということやね。それからね、結果僕は、口が硬い魚にはどっちかやったらシングル寄りに使うことが多いかもしれませんけど、ヒラマサはそんな口硬くないです。ヒラマサを釣る時やったら少々大きくても僕は今のところは、こういうダイビングペンシルなんかではトリプルを使うことが多いです。というところが、このプラグ用シングルフックと、トリプルフックの考え方ってやと思ってもらったらいいと思います。はい、次にジグ用のアシストフックです。これは、この中でね、とにかく僕が一番信頼している針というフックというのが、このこれ今自分で作ったもんですけども、これがフックは、SJ の41、これでここが I じゃない分で平打ちの分で SJF というのもありますけども、この41という SJ の41というのがこの太さ強さも貫通力も、要するに魚が来た時の捕まえる力も、かなりそういうものが強く大好きなフックですね。これ本当は魚がかかる時というのはこの形のままちゃうんやね。ここ見とってね、先が逃げるんや、この形になるんやね。ね、このままこの形のまま魚がかかるんじゃないです。この形になるんやね。これで分かってもらえると思うけど、これでこう開いている、もしまっすぐの開いて引っ掛けやすい針やったらこうなった時に、こうなっていった時に外側向いてるだけやから貫通に入らへんねんね。これやったらここから力があったら、これ今こんな太いもんがこれ貫通していってます。引っ張るだけでほら貫通してますね。それからその内側のこの向きが、これがちょうどいい針なのがこの SJ の41です。これが僕の一番の好みでやってます。それで自分で分けへん時はコンプリート使いますけども、これが僕が一番今信頼するしいいなと思うのがこのブルーチェイサーです。これ中にフロロを入れてくれてます。フロロラインが入ってます、硬い。それでちょうどこれをつけた時にアシストフック装着した時に硬さ具合も絡み具合もちょうどいい感じで、僕がコンプリートで使うならこの今ブルーチェイサー、これを、一番に使ってますというとこですね。あとの詳しいことはね、スロージギングの方面も含めたらキリがないほどいろんなサイトがあるんで、またそんな方向でも勉強してください。僕もちょっと見てみてもまとめようと思ったけど訳が分からへん。ただ僕の好みで、僕の考え方では今言うたように、自分で作るなら SJ41 で、既製品ならブルーチェイサーという形で今大体作ってます。というところが、ジグ用アシストフックの考え方でした。